彼は某中高一貫の中学校1年生の時に居場所がなくてですね、ずっと勉強してきた生活だったので、今までやる気が全部なくなる。本人が辞めたいっていう時はやっぱり親が勝手に決めたっていうね。勉強をしてなきゃダメなんだなっていう気持ちで、学校は行けないけど、フリースクールだったらいいのかなみたいな。多分ね、最後ね根負けしたんだと思う。お父さんお母さんが引きこもりになる前に相談が来た方が彼のように立ち直りは早いです。杉浦さん、はい、今日ゲストいらっしゃってますが、どなたですか？はい、A 君と言いまして、彼は某中高一貫の中学校1年生の時に居場所がなくてですね、私たちのフリースクールに通ってきた A 君です。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。はい、今日来ていただきましたが、今は何をされているんですか？そうですね、今は大学生としていろいろ情報系の勉強をさせてもらってます。杉浦さんの説明の中で、中学校の時から不登校になってしまったという話があったんですけれども、はい、その時のことって覚えてますか？中学入って、僕が不登校になったのは9月ぐらいからなんですけど、中学受験が終わって、で、夏休みに入って学校の緊張がほぐれてきたタイミングで、ずっと勉強してきた生活だったので、今までもうなんか面倒くさいなっていう風になって、やる気が全部なくなるっていう感じで、学校に行かなくなったっていうのがきっかけですね。突然そういう瞬間が訪れたんです。そうですね、もうなんか本当にプツッと緊張の糸が切れたみたいな感じで、やる気がなくなるっていうことがありましたね。あんまりなんか思い入れみたいなものはなくって、もうなんかただ単純に勉強して学校入ったぐらいの感覚でしたね。中学校行くのももうめんどくさくなってどうでもいいやって思ったタイミングなのに、フリースクールに来れた理由って何かあるんですか？義務感というか、何かしらやってないといけないなっていう気持ちはあったので、その流れってなんか勉強をしてなきゃダメなんだなっていう気持ちで、学校は行けないけど、フリースクールだったらいいのかなみたいななんかこう緩い考えで通うことを決めましたね。そのフリースクールっていう存在に出会うきっかけみたいなのって何かあるんですか？親のなんか勧めで、こういうところあるよっていうので探してきてくれて、でそこから面談とかも入れてくれたので、じゃあ予定あるんだったら行こうっていう感じで来ましたね。はい、学校に行けなくなってるそのフリースクールっていう存在を知るまでの間ってどういう暮らしをしてたんですか？学校にそういうクラスに行けないだとか、ちょっと体調が優れないとか、そういう子たちが通うような相談室というところがありましたので、そこに通って、なんか同じような友達 2,3 人となんかだべって、で、昼前くらいに帰るというような生活をしてましたね。両方ダブルスクールみたいな。そうです。杉田さん的にはそういうのってよくあるやり方なんですか？一貫校の場合だと親の方が大体そこの学校を辞めさせないっていう気持ちの方が強いので、子供が学校からもう気持ち的には離れちゃってるんですけども、だから在籍だけは中学のまんまずっと在籍させてるっていう親は多いです。中高一貫校についてはどう思ってますか？個人的にはもうぶっちゃけあんまりいい印象はないですそれはどんなところがですか？僕の通ってた中高一貫の学校が高校からの入学ができないんですよ。中学受験をした人しかもう残っていないっていうシステムだったので、新しい人の刺激がないっていうか、同じ学年とか同じメンバーっていう塊ができやすいのがあるかなっていうところですね。それにうまくはまれなかった時にずっとはまれないままみたいな意味合いですか、今のっていうのもありますし、思考が凝り固まる、意見が結構このメンバーでもう固まっちゃうので、本当に高校を出て大学行き始めた時とかにギャップ感じやすいのかなっていう、芯が揺らぎやすいかなっていうのがちょっと良くないなっていうのは思いますね。中学校の時の学校に行けなくなってた自分って結構大きく違うって自分でも思いますか？そうですね、だいぶもう根本から違うのかなっていうふうには思いますね。どんなところが違うんですか？そうですね、中学の頃の自分っていうのが小学校の
割と早い段階から習い事をいろいろしてて、で勉強も、しなきゃいけないっていうなんて言うんでしょう、固定概念が自分の中にあったので、そういうのとはもう本当に真逆。もうなんかむしろ何してても多少人生うまくいくっていうマインドで生きれてるので、真逆になったのかなというふうに思います。ちなみに小学校の時どれぐらい勉強してたんですか？そうですね、勉強だけで言えば11時間とかなのかな。そうだからもう段違いに大学受験より勉強してました親とのコミュニケーションって取れてたんですか？正直取れてなかったですねもう本当に一方的でしたね。親から言われてそれを自分がするっていうだけのことだったんで、指示ですねコミュニケーションじゃなくて。今はちなみにどういう状況なんですか？今は全然そんなことはない。むしろなんかちょっと振り回しすぎてるなっていうところがあるので、ちょっと自分もちょっと自重しようっていう考えを親の葛藤があったと思う。どういう葛藤なんでしょうか？多分だけど A 君の場合は A 君は本当はここにずっと来たいっていうのは最初から多分思ってたと思うんだけど、親は復学させようっていう気持ちの方が強かったんだと思うんだよね。だから結構僕はその保護者会で彼のお母さんが毎月来てるんだけど、そのたんびに目的って何なんですかと、学校じゃないよねって、本人が学校を卒業した後にどんな風になればいいかっていうのを思い描かせることであって、学校の復学っていうのはあんまり関係ないんじゃないのっていう話は手を変え品を変え言ってるんですけど、なかなか理解はしてくれなかったかなっていうふうに今振り返ると思ってます。僕自身も確かに結構最初の方から、ここにいたいなっていう気持ちは強かったんです。なんで残ってほしいっていうのと残りたいっていう話し合いが激しかったのが中学入りたての頃と、あと中学3年から高校に上がるタイミングの2回くらいですかねが一番激しかったなっていうA 君からしたら中高一貫の高校とこの杉浦さんのフリースクールって何がそんなに違うんですか？端的に言ってしまえば自由度ですね。っていうのも全日制の学校なんで通って授業を受けて、その時自分部活も中学の頃入ってたんで部活に行って帰るっていう生活が基盤としてあるじゃないですか。でそこから自分のできることをその隙間の時間に探していくっていう感じだと思うんですけど、昼間にプログラミングとかやってで帰って自分の好きなことをする時間が多いっていうのが大きかったですね。じゃあ杉浦さんのおっしゃってた目的って何なんだみたいなところとつながってくるんですか？中高一貫の場合ね、本人が辞めたいっていう時はやっぱり親が勝手に決めたっていうね気持ちがご本人にはあるんですよ。やっぱり俺の人生なんだから俺自分でやりてえよっていうのがあるのと、彼の場合だと受験でやっぱり燃え尽きちゃったんで、その狭間でうちが居場所を提供した。そしたらその後が居場所が良くなって、友達も頃同期で結構 3,4 人仲のいい子が彼いたんで、それで多分ずっと居ついちゃったんだと思うんですよね。今現在大学生ですよね。はい。今のところそれをやってみていかがですか？もう今のところもう大満足ですじゃあもう大学生活も楽しめてるってことですか？そうですね、最近はいろいろやらせてもらってて、大学の方もある程度勉強しつつ、あと学校とはちょっと違うんですけど、外部の方で別のサークルとしていろんなところにイベントで出展したりとか、そちらでもいろいろとさせてもらってますね。ちなみにこの不登校の解決みたいなところでいくと A 君の場合はどれぐらいの期間不登校で、どのタイミングで不登校から脱却できたって言えるんですかね？でも結構早かったんじゃないかなと思います。フリースクールに通い始めたタイミングがもう本当に学校行かなくなってから2ヶ月とかなんで、だいぶ早かったですね。その話を聞くとちょっと A 君の親の気持ちが少し分かるような気がするんですけど、そんなに早く、不登校じゃない状態に持っていけたのに元の中学校に
戻らせたいって思うのってなんかちょっと理由はなんか理解できちゃうような気がするんですけど、やっぱそれも良くないというか推奨しない考え方なんですか？まあ親の気持ちも僕よくわかるんですよ。スカッと彼は不登校を2ヶ月ぐらいで解決したんですよ。だからそのノリで本当に在籍している中高一貫に復学できるだろうっていうのを僕も保護者会で散々僕言われましたもんって。でも本人の根本的なものって違うんじゃないんですかって。だから本人はそこまで勉強っていうよりはむしろもっと自由にのびのびとさせるともっと彼の人生が輝くような気がしますよっていう話を何回もしてるんだけど、なんかその時は分かったような理解をしたような様子なんだけど、家帰るとなんかちょっと違ったりとか本人から聞くとね、だからそんな感じだったと思うんですよね。多分ね最後ね根負けしたんだと思う、お父さんお母さんが。根負けしたっていうのはもう A 君のその生き方を自分で変えたっていうところと先生からの助言みたいなの両方に対して言ってるんですかね。やっぱりね生き生きしてきた、結構出席率もいいし、親も多分それは感じたと思うんですよ。でそれをまた無理やり復学ってさせるっていうのがまあちょっとどうかなっていうふうに親も思ったんじゃないですか。最後はだから根負けしたと思いますよ。じゃあ A 君からしたらやっぱりその自由を求めてたってことなんですか？そうですねでもここに来たら本当に自分の意思で考えられるみたいなことなんですか？ここに来たら考えられるというよりかは、考える時間を得られるという方が適切かなというふうな気がしますね。この2ヶ月っていう期間で相談に来たのが不登校解消にこうつながっていく理由の一つでもあるんですか？すごくね早い段階でピンポイントでお母様が見つけてくれたのが幸いしたと思います。そうじゃなかったら基本は復学させたいからフリースクールって探さないんですよ。基本はね家庭教師雇ったりとかしてとにかく復学のプレッシャーをずっとかけ続けるんですよ。で最終的に引きこもりになった瞬間で僕のところに来るパターンが多いんですけど、彼のところは要はお母さんがまず居場所が必要なんじゃないかっていうキーワードで探してこられて、だから早期に不登校が解決できて、不登校の解決って僕らの定義で言うとちゃんときちんと自分の足で朝起きて居場所に通所することなんですよ。ということは不登校になったらなるべく早く相談した方がやっぱりいいんですか？引きこもりになる前に相談来た方が彼のように立ち直りは早いです。A 君はですね親との狭間でですねちょっと不登校を経験しましたけど、ちょっとした居場所の提供とかね、そういう早めのその不登校の対処が良かったのでこうして立派になったと僕は思ってますし、彼のように不登校や引きこもりとかね高校中退で悩んでる方がいたらですね、ぜひですねこの YouTube チャンネルで登録していただいたり、この動画見ててですね良かったなと思ってらっしゃった方はですねいいねボタンを押していただければ幸いでございます。で最後にね A 君今後の大学卒業後どんなことをしたいかってちょっとカメラの前で言ってください。はい、大学卒業したら 3D デザイン関連の仕事をしたいなと考えております。すごい頑張って。ありがとうございます。頑張ります。